アンニョン、パックンです。在日コリアンって聞いたことありますよね。日本と韓国と北朝鮮、そのどこかにルーツがある人たち。でも正直何者って思いませんか？朝鮮学校とかパチンコとかニュースでは聞くけど、実態はよくわからない。まるで日本の中の別の国みたいな謎の存在ですよね。じゃあ、本国の韓国人は彼らをどう思ってるのか？これが日本の感覚はですね、全く違うんですよ。今回は韓国人の3つの衝撃を説明します。そもそも知らない。知ったら朝鮮学校に衝撃。もっとしたら韓国政府に衝撃ということです。まず一つ目、そもそも知らないということがあります。これ一番びっくりですよね。韓国では在日という存在をほとんどの人が知らないということです。僕も正直日本に来るまで一度も在日コリアンという言葉を聞いた覚えはありませんでした。僕の場合は社会や歴史の授業で教わった覚えがないんですね。あるとしても重要な指導の内容じゃなかったかもしれない。そう、知るきっかけすらなかったんですね。そして政治家やメディアがこの話題を扱うこともそんなに多くはありませんでした。韓国では北朝鮮問題とか韓国と日本の同盟とかもしくは韓国と日本の歴史とか政治の問題、そういう外交の大きな話はよく報道されるけど、日本に住む同胞のことはニュースではほとんど触れられない。だから一般の人は在日？日本に就職して生きている韓国からの人かな？それぐらいの曖昧なイメージしか持っていないんですね。最近になってようやくネットフリックスのパチンコとか、チューソンフンっていう有名な運動選手、芸能人みたいな人物を通して日本に住む韓国系の人がいるんだと知る人が増えました。でもそれも一部であって、エンタメで知るレベルです。例えば僕の高校の友人10人に在日コリアンって知ってると聞いたら8人くらいがそれって何と答えると思います。さらに厄介なのはですね、間違ったイメージもあるということです。在日はヤクザとパチンカにほとんどの人がいるみたいな偏見があるということですね。確かにその業界で有名な在日いますよね。ヤクザとパチンコ業界で活躍した在日はいると言われています。ただ割合で見るとそれが多数かって言われたら僕個人的にはそうではないかなと思っていて、多くの人たちは普通の会社員とか学生とか文化人として活動してると思ってるんですよね。要するに韓国では在日という存在がそもそも見えてなくて、だから関心も持てない、いることすら知らないから好きも嫌いも何の感情もないっていうのが今の韓国社会の現実なのかなというふうに思います。もちろん詳しい人はいると思うんですけれども、割合が低いってことですね。僕自身初めて日本で在日のことを知った時に、同じ韓国語を話すのにこんなにも違う歴史を持っているのか、本当に衝撃を受けました。二つ目の話はですね、朝鮮学校がやばいということです。僕が初めて朝鮮学校という存在を知ったのは、日本に来て、2年くらい経ったところでした。正直、最初は何それ？北朝鮮の学校？と思いました。だって、韓国ではそんな学校があることなんて、一般には言われないことなんですよね。教わることも少ないと思います。でも、まさか日本の全国で北朝鮮の教育を受けている人たちがいるっていうことが、僕にとって本当に衝撃でした。そして、韓国人の多くも同じ反応をすると思います。日本に北朝鮮系の学校があるの？北朝鮮の国歌を歌うの？キム・イルソンの肖像画があるの？そう聞くと、ほとんどの韓国人はびっくりして、少し怖いとすら感じます。でもこれはですね、ちょっと難しい話でありまして、実態を知れば、その印象が少し変わったりするんですよね。朝鮮学校の生徒たちの一部には、北朝鮮関係の人がいるかもしれませんけれども、僕の認識では、半数以上は北朝鮮とそこまで接点とか関係がないというように僕は認知しています。要するに北朝鮮に通う人々の 100% が北朝鮮のスパイとか工作員予備軍っていうのはないというふうに僕は認知しています。この朝鮮学校、そもそも在日コリアンという人たちの多くは植民地時代に来日した人たちとか、もしくは政治的な関係で韓国から日本に逃げてきた、そのような人たちが多いんですね。彼らにとって、北、南というよりかは、コリアンとして、旧朝鮮の教育をさせたいという思いから、自分たちのアイデンティティをちょっと勉強させたい。それで、朝鮮学校という選択をしたというふうに、確かに韓国系の学校もありますが、日本全国に6校しかなくてですね、でも朝鮮学校は今、昔に比べてだいぶ減ったんですけれども、それにしても60校近くあります。で、そこで、例えば、鹿児島に住む人たちとか、もしくは仙台に住む人たちとか、コリアンの教育をさせ
せたいときに、朝鮮学校という選択をしたんですね。僕個人としては、肯定する部分と否定する部分があって、良いところとしては、コリアンの歴史、旧朝鮮の歴史、文化をちゃんと学べさせることができること。でも一方ではですね、そこに政治的な思想、詳しくは北朝鮮の思想が入りすぎていたりとか、卒業後の進路が特権の団体とか思想に結びついているケースがあるということです。これ割合で見たら高いのか低いのかまではわかんないんですけれども、一部いるっていうのは僕は事実だというふうに思っております。こういうのもあって、朝鮮学校はとても特殊な存在ですね。日本にあるのに、日本でも韓国でも北朝鮮でもない、そんな不思議な第三の場所ですね。韓国人はこれを知れば知るほど複雑な気持ちになります。そして3番目の話、韓国政府にびっくりするということです。朝鮮学校の存在をある程度理解できるようになると、次に驚くことはですね、韓国政府の対応になります。これ、極論として誇張して話しますと、こんなに無関心なのみたいな感じですね。さっき話したように、朝鮮学校は北朝鮮からの資金援助を受けて、戦後の在日コリアンたちの教育に貢献してきました。もちろんその裏には政治的な目的があったかもしれません。一方で韓国政府はどうだったかというと、手をつける余裕はなかったというふうに僕は理解しています。例えば、在日向けの学校、先ほども話しましたが、韓国学校は全国で6、朝鮮学校が60あるという話をしましたね。しかも韓国学校、東京とか大阪みたいな大都市でしかなくてですね、さらにはですね、東京の韓国学校なんて、今や抽選倍率が出るほど人気で、入りたくても入れない子供がたくさんいるんですね。そもそもそういった学校って、駐在とかニューカーマーの学校に近いイメージですけどね。それでも韓国政府はですね、新しい学校を建てようとはする動きはほとんどないというふうに僕は認知しています。在日コリアン教育を拡大しようという動きもほとんど見られてないというのが僕個人としての見解です。もちろんですね、韓国の立場は僕は理解できています。昔はですね、経済も厳しく、自国の発展で手一杯であって、そんな中で日本に住む人たちの面倒を見ている余裕なんてないっていう、話があったかもしれないんですけれども、今の韓国はちょっと違うじゃないですか。GDP も、ある程度は成長できてきて、世界で、10から20の間くらいのレベルまで這い上がってきたんじゃないですか。それでも、今、在日という言葉が、韓国国内ではほとんど語られていないんですよね。こんな中で、韓国人は果たして在日コリアンは韓国人かという問いも深く考える必要があると思ってるんですよね。これ、在日コリアンがアイデンティティに悩むときに、手を差し伸べてくれたのは北朝鮮ですね。私たちにはこんなコリアン文化があるんだと。私たちは仲間だと。北朝鮮は少なくとも彼に祖国の存在を見せようとした。これはもちろん養子足とは別の話ですよ。その民族教育に支援をどれぐらいしたかだけの話ですよ。だから、この在日を知ったら、北朝鮮にもびっくりするし、韓国政府にもびっくりするようになります。最後に一番大事な話をしたいと思っていて、在日コリアンという存在って複雑ですよね。日本人とも 100% 言えない、韓国人とも北朝鮮人とも 100% 言えないっていうのがあって、でもかつての旧朝鮮のことを持ってきて、あなたは朝鮮の人ですよねっていうのもなんか違うじゃないですか。民団という韓国系の活動をする人もいれば、総連として北朝鮮系の団体に属する人もいる。どちらの属さず生きる人もいれば、日本に帰化して日本人として生きる人もいる。一言で在日といっても、その生き方がもう千差万別、人によって違うんですね。そう考えると、僕はふと立ち止まってしまうんですね。民族って何だろうと、アイデンティティってどこからどこまでを指すんだろうと、グローバル化が進む今、国籍や民族の世界はどんどん曖昧になっています。自分は何者か、社会とは何か、文化とは何かを考えて、再定義することが大事な時代になると思っております。それを言っている僕も今、どんどん韓国人でも日本人でもないどこかになっているんですね。韓国語はとっさに出てこない頻度が高くなっています。だからとして日本語能力が皆さん今見てる通り、これ完全に日本人っぽいですか？違いますよね。だから僕人生の3分の2は韓国ですんで、3分の1は日本に住みました。皆さんが見るには僕は韓国人らしい人ですが、日本人らしい人ですか？そもそも何々人らしいとは一体何でしょうということを、僕はこの動画を作りながら思いました。皆さんが自分のルーツとか、他人の背景を少しでも考えるきっかけになれば嬉しいです。そしてこうした日本と韓国のリアルをこれからも伝えていきます。よかったらチャンネル登録で一緒に考えてください。以上、パクンでした。アンニョン。